こんにちは。AI インサイド株式会社 CEO の戸口です。今年の AI インサイドカンファレンスのテーマはリボーンです。目まぐるしく変化する外部環境や時代の流れにおいて、企業は変わらないパーパスやミッション、ビジョンを持ち続けながらも、そのビジネスの手法など、どんどん新しくしていかなければならないと。つまりリボーンし続けなければならない。そういったテーマを背景に本日はお話ししたいというふうに考えています。それは AI インサイドも同じでして、当社の場合2015年に設立しました。その時ですね、こういった社会課題と向き合っておりました。それが、この日本において皆様ご承知の通り、生産年齢人口が減少し続けている。これは1990年代からずっと減っているということでございます。これが左側のグラフ。一方で右側のグラフですけども、この企業がビジネスプロセスをアウトソーシングする際の市場ですね。これはどんどん広がっている。さらにここからも広がり続けるということです。ですから人の数が減っているのにもかかわらず、人が作業することがどんどん増えているということで、この矛盾のために無理な長時間労働などが行われてきてないかということで、この社会問題を少しでも解決したい、そういう思いで当社は設立いたしました。同時に我々が認識しなければならないことというのが、この問題が生産性の向上、そういった単純な課題ではなくて、この2、30年で我々の付加価値が日本においては消滅したという事実、我々が消滅させてきたという事実、この根源的な問題にもつながるということであります。ですから、我々はですね、これまでの延長ではなく、新たなビジネス変革を今必要としているということでございます。そんな中、AI インサイドはこれまでどんなことをしてきたかということを少し振り返りたいと思います。まず2017年、手書き文字を認識できるというサービスを発表いたしました DX スイートというものです。これで、今では AIOCR と呼ばれている市場をゼロから作り上げてきたというふうに考えております。この始まりが2017年でした。翌年 OCR で文字認識をするだけではなくて、オフィスにあるさまざまな種類の書類、これの仕分け、これを AI でやるというようなエラスティックソーターというオプションもつけることができまして、よりこのオフィスワークにおける自動化に貢献してきたということを実施しました。またその翌年にはですね、これまでの定型の申込書とかですね、そういったフォーマットだけではなくて、請求書やあらゆる種類の帳票ですね、非定型型の帳票を読み取ることができる。それも設定をすることなく、ワンクリックであらゆる帳票を読める。学習する必要もないと。そういったサービスも我々は機能として追加してまいりました。同時に2019年ですね、AI インサイドキューブ、ハードウェアです。当社が開発したハードウェアを発売いたしました。これによって AI のより高度な処理というのをエッジで可能にしたということで、当時ですね、2020年の初頭あたりに、新型コロナ対策のための給付金の対応などでも自治体で使われることになり、これは非常に社会に貢献できた製品でもあるというふうに考えております。で、このキューブという製品はですね、2021年までにその3年間の間にそのラインナップを拡充しまして、AIoT などの小型のシステムとのハードウェアとの連携ができる AI インサイドキューブミニという手のひらサイズのキューブ、またはデータセンターで大量の膨大な AI の処理を効率的に行うという AI インサイドキューブプロ、この2つを追加してそのラインナップを拡充してきました。またですね、同時に
これは AI ですから非常に電力を消費するようなものになっております。ただそこを我々は電力消費量というのを年間 20% 以上効率化しながらも処理量はアップさせて、こういったことを実現してまいりました。また直近では当社の DX スイートを取り扱うブルーシップ社によって、彼らが東京都の AIOCR 運用支援業務委託を受けておりまして、この東京都の業務の効率化に取り組まれているということもございます。こういった形でさまざま DX スイートが社会の役に立ってきているということをご紹介させていただきました。また東京都ばかりではなくて、先進的な企業、エンタープライズ企業も次々にこの流れに参入しております。2000社を超えるエンタープライズ企業が DX スイートを使って DX を実現していると、DX を実現し始めているということでございます。これに伴って AI のリクエスト回数、その AI が使われている回数ですね、これは30億回にどんどん近づいておりまして、約29億回を超えてきました。それだけの業務を AI がこなしてきた、人間の代わりにこなしてきたということでもありながら、これだけの大量のビジネスデータを学習することで AI がさらにスマートになり続けているということでもあります。さてこの学習というのは我々とそのパートナー、お客様、こういった共同体にとって非常に重要なビジネスモデルでもあります。少しご紹介させていただきます。これは我々が AI インサイドサイクルと呼んでいるサイクルになるんですけども、この図の一番上から始まります。優れたユーザー体験、これを我々がユーザー様に提供することができるならば、2つ目右側ですね、それは多くのユーザー様に選ばれるであろうということです。そして一番下ですけども、多くのユーザーさんに選ばれるようなサービスであれば、そこに多くのデータが集まってきますので、左側ですね、それを学習することによってより精度の高い AI になっていくと。でそれをまたユーザー体験に戻すことによってより良いユーザー体験、この循環が生まれるというのを我々はサステナブルグロースとして確保してきたわけです。これが通常のサイクルですけども、これはどんな AI ビジネスにも当てはまるものだと思います。我々がですね、特殊なのがこの先もう一つサイクルを回しております。このグロースから生まれた資本をですねとデータをですね、我々はずっと投資続けてきました。これは AI のコアテクノロジーと AI のインフラに投資をし続けてきたということです。この AI のインフラというのは AI の開発基盤であり運用基盤であり、研究開発をするようなコアテクノロジーという意味合いでございますが、これによって例えば先ほどのようなキューブ、この 20% ずつの効率化などが実現してきたわけです。この効率化をですね、我々はユーザー様に還元するという形で低価格化ということも実現してきました。つまり2つ目のサイクルというのは、より良くなる AI が、良くなり続ける AI がより安くなり続けるというサイクルです。そうするとより多くのユーザー様に選んでいただけるはずなので、より、知能が高まっていくというサイクルですね。こういうことを実現してまいりました。その結果として当社は AIOCR 市場を生み出して、シェアを 64%、圧倒的なナンバーワンを獲得するに至ったということでございます。さてここまでは文字認識技術を活用した AI のサービス、 AI インサイドが作った一つ目の AI のお話をしてまいりました。では AI の貢献できる領域というのは文字認識だけでしょうか。違います。さまざまな AI の種類があります。画像認識一つをとっても非常に幅広いですし、例えば数値データに基づく予測 AI や意思決定 AI、自然言語や音声認識などさまざまな AI の種類があります。そういったさまざまな種類の AI が今後社会に実装されて、日本ひいては世界の DX に貢献していくことでしょう。この AI 市場というのは見ていただいた通り膨大に
拡大していくと見られております。つまりこれだけの新しい価値を世の中に提供し続けていこうというのが AI なわけです。しかし問題がありまして、これだけの可能性というのを一握りの研究者や企業が手にしていると、そういった人たちしか扱えないという点が一つ課題になるわけです。当社はこれを民主化したい、これを民主化しなければならないと考えています。そこで当社の開発した AI インフラです。当社のコアテクノロジー、インフラストラクチャー、2015年に創業以来、この7年間ずっと投資をし続けてきたこの AI インフラを、当社はですね、これからオープンに提供してまいります。この大事なアセットであるインフラを当社はこれからオープンにしていくということでございます。今からここのオープンアーキテクチャについて3つの観点でご説明をさせていただきます。1つ目はラーニングセンターについて、2つ目はデベロッパーズ API について、3つ目が AI グロースプログラムについて。ではラーニングセンターからお話しさせていただきます。これは昨年の4月に発売したサービスでございまして、ラーニングセンタービジョン、というものがございます。画像認識の AI のモデルを、どなたでも作れる、ノーコードで作れるというものですから、非常にたくさんのユーザーに、AI を作っていただきました。この取り組みを1年続けてまいりましたが、当社はですね、この度ラーニングセンターフォーキャストという製品も発売いたします。これはこれまでの画像認識 AI だけではなく、数値データを基づいた予測 AI、判断の AI、意思決定のインテリジェンスを作ることができる。これをノーコードで誰でも作れるという製品でございます。これを発表いたします。物体検出や予測、判断の AI が作れるということでございます。実はこちらはベータ版ですでに提供しておりまして、このような事例もすでにございます。鹿島建設様、ラーニングセンターを通じて当社の技術を活用いただいております。これは建築現場の上空をドローンで撮影しまして、その映像から機材を AI で検知する、機材の種類をですね、そして機材管理の AI 化に取り組まれているというものでございます。今後は建設の各現場への展開を目指し、AI の内製化を進められております。また仙台市では AI をまちづくりに使い発展につなげています。一例としまして、地域産業を牽引する AI 人材の育成に注力されておりまして、ビジネスが持続的に生まれるような AI レディの都市仙台というのも仙台市さんは目指されております。ですからそこで当社の技術、サービスを通じて仙台市は多くの AI 人材を輩出しておりまして、仙台市内の企業の新規事業創出や地域産業の高度化を図られているということでございます。このようにしてすでに今ご紹介させていただきましたものを含め70を超える AI というのが生まれています。この取り組みというのは非常にこれから大きな広がりを見せるでしょう。2つ目、デベロッパーズ API です。当社のあらゆるサービス、または AI、コアテクノロジー、これを API で外部からご利用いただけるようにします。一つの API の例としてですね、冒頭にご紹介しました DX スイート、ナンバーワンの AI オシャル。これは最も多くの実ビジネスデータを学習した文字認識エンジンですね。これを直接あなたの会社のアプリケーションなどに埋め込んでいただくことができます。API でこれができます。これによってさまざまな新しいサービスが世の中に生まれること、もしくはさまざまなサービスの価値が向上することというのを当社としては目指しております。さて3つ目ですね。
こちらは AI グロースプログラムというものです。こちらは私ではなくて当社の高橋からご説明をさせていただきます。戸口さん、ありがとうございます。私、AI インサイドの高橋と申します。ここからは皆様が本当に実現されたいと思われている DX、こちらをですね、しっかり支援するといった人材育成のサービス、AI グロースプログラムについてご説明させていただきます。78.9万人、こういった数字をですね、皆さんも多く目にしたことがあるかと思います。これは2030年に不足されるであろうと言われている AI もしくは IT 人材の数、 DX を実現するためにはこういった高度人材の育成というのが一つ鍵となってまいります。しかしここ数年、皆様も DX を実現しようと多くの取り組みをなされてきたんではないでしょうか。いろいろな研修サービスであるとかソフトウェアの導入、こういったさまざま取り組んできた中で、今多くの企業様が壁にぶち当たっているというふうに聞いております。そもそも DX というのは IT 化でしょうか。これ自体は間違いではありません。ただし IT 化、いわゆるデジタルを使って業務を効率化すると、ここで終わらないのが DX の本質だというふうに我々は捉えております。デジタルを通じて業務を効率化する、さらにそこから生まれたですね、データというものをいかに活用して業務変革、新しいビジネスの創出につなげていくか、これこそが DX の本質だと我々は捉えています。しっかり DX というものを IT 化で終わらせることなく、 AI やデータを活用したビジネス変革につなげていけるようなプログラムを我々は提供を始めております。このようなプログラムをですね、一緒に実現してきた例として一つ例をご紹介させていただきます。ナノユニバースなど多くのアパレル事業を展開する株式会社 TSI ホールディングス様です。 TSI 様では全社を挙げて推進しているデジタル化の一環として AI を活用による、こちらはやはり現場主義と言われる DX に向けた取り組みを進めてまいりました。今回の現場はですね、いくつかあったものの一つは物流を管理する部門、こちらにフォーカスを当てました。従来ですね、倉庫からこれぐらいの数が出荷されるだろう、こういった出荷量の予測業務、多くの会社様でもやられていると思います。こういったですね、手作業によってこれまではなされていました。しかしここ数年の新型コロナの影響で EC、こちらでの売り上げがですね、急速に拡大したことによって、やはり出荷量を予測すると、この業務自体がですね、大変難しくなってきたと。で、この数字が間違うとですね、じゃあ倉庫にどれぐらいの人を配置したらいいのかと、こういった数値も正確に行えないために、現場での人員の過不足というものが多く発生していたようですと。ではですね、この課題を AI で解決すべく、一つ目のテーマとして同事業のですね、物流管理を担う現場スタッフをメンバーとしてプロジェクトが進みました。ただしビジネス現場を行っている人たちにはやはり時間というものがありませんし、すぐにやはり効果を生んでいかなきゃいけないというものが同時に発生しております。そういった結果ですね、我々と一緒にこのプログラムを遂行するにあたってわずかですね3ヶ月という短い間で知識を技術、こういったものを習得するだけではなくてですね、実際にそれを実践するというところまでをわずかこういった短期間で実現いたしました。現場社員自らがですね、予測 AI モデルというものを開発して EC の出荷量にかかる工数をなんと 80% 以上も削減できたということで ROI の効果を出すことに成功しました。それだけにはですね、やはりとどまらずに今もですね、現場スタッフの方自身が他の拠点であったりとか他のブランドへの横展開、こういったものの活用を推進されております。このようにですね、本日ご紹介できない会社様でも同様の成果が出ております。そのプログラム AI グロスプログラムについて一部ご紹介させていただきます。
ここにはですね、レベル1からレベル5まで、表示されておりますけども、AI グロースプログラム、このプログラムを受けることで、皆さん自身がですね、どのような人に成長していくのかというものを、表示させていただいています。当プログラムはですね、レベル1からレベル5という5段階に分けておって、各々のレベルでですね、到達目標というものを設定しております。レベル1では、まず AI 技術って何なのと、ビジネスでできることって何なの、こういった説明ができるという段階です。で、レベル2ではですね、しっかり業務の課題と AI の技術と AI でできること、これをしっかり紐づけて、業務課題もしくはビジネスの課題を解決する手段としての AI を捉える力をつけると。そしてレベル3ではそれを組み合わせてですね、しっかりソリューション、業務変革のソリューションとして提案ができるような状態。レベル4までいくとですね、その絵に描いたものを自分たち自身でモデル開発して実行できると。そして最後にレベル5というのは、こういった AI に導かれた AI ドリブンなですね、ビジネスもしくは業務変革ができるような人材、こういった人材へと成長させるのが AI グロースプログラムの提供している価値というふうになります。ではですね、特にレベル5と言われる皆様が多く取り組んできて、結局最後の効果はというところで、やはりデジタルを活用したビジネス変革、業務変革をできる人材の最終局面において、実際にはですね、我々 AI 事業を起こしてきたメンバーがこちらのレベル5では担当しようというふうに考えております。皆様の周りで AI 領域、実際にこの領域でビジネスを起こして成長させてきた方、何人いらっしゃるでしょうか。またですね、グローバルな目線でビジネスというのはどう展開されるであろう、こういった視点を持てる方が何名いらっしゃるでしょうか。我々はですね、そういった世に優れた価値を提供する、実際にやってきた人員を保有しておりますので、こういったメンバーがですね、DX の最終章のゴールであるビジネスをしっかり作り出す、もしくは業務を変革していくと、こういったサポートをする予定でございます。実際にですね、人材教育という面では、デジタルソリューション総合商社、こちらを目指されている住友商事様、住友商事様ではですね、やはりこういったデジタルソリューションの総合商社を目指すにあたって、やはり最終的には全社員といった方々を AI 人材に育成したいというような思いがあって、昨年度弊社のプログラムを受講いただいて、AI 人材育成というところで新たな価値創造に今取り組まれております。当然ですね、プログラミングの知識や、そういったエンジニアリング知識がない方、ビジネスの普通の部門の方、業務部門の方が AI でどのような課題を解決できるのか、こういったものをしっかり洗い出してですね、現場でお客様に対してどういう価値を提供できるのか、そういったことを考えられるようになったというようなご意見を頂戴しております。最後にですね、我々が考えるAI インサイドプラットフォームというのは、どんどん成長してまいっております。当初ですね、文字認識の AI、そしてそれが成長して画像、物体を検出する AI というところまで広がったものからですね、ラーニングセンターのビジョン、そしてフォアキャストというふうに発展してまいりまして、じゃあそれを実際に運用する、実現していく、こういった AI 人材の育成というところまで我々のプラットフォームとしては今後拡大してまいっておりますと。以上で AI グロースプログラムの紹介とさせていただきます。ありがとうございました。さて、いかがでしたでしょうか。本日は3つご紹介させていただきました。1つ目がラーニングセンター、このビジョンとフォーキャストについて。2つ目がデベロッパーズ API、そして AI グロースプログラムについてです。この3つによって当社が実現したいものが何であるかというと、このスマート X です。あらゆる企業や団体、政府や自治体、町などがよりスマートになる社会の実現に向けて、当社は AI の民主化を実現していきます。For Future Creators、未来を作る一人一人に、これは当社のウェブサイトのトップにも来るスローガンでございます。
この未来を実現するクリエイティブな方々とご一緒できることを心待ちにしております。ありがとうございました。